ある日 EV に一通のメールが届いた。実家はここ20年近く手つかずで立派なゴミ屋敷になっているそうです。まもなく60歳になる母の様子に異変を感じ、業者様への依頼を決意しました。私は結婚を機に大阪を離れており、実家を出て13年くらいになります。実家がゴミ屋敷と私自身の主人に言えるはずもなく、結婚の挨拶も実家ではできず、出産の際も里帰りできずで、10年近く実家へは立ち入らせてもらえていません。何かあっても実家に帰れないという事実に、こちらがもう精神的に限界でした。10年近く家を片付けようと母を説得し続けてきました。その度に、お金がない、仕事が忙しいから時間がない、また今度でいいと断られ続けていました。しかし、たまたま見つけた EV さんの YouTube チャンネルの動画を母に見せたところ、涙を流して片付けをすると決意してくれました。周りの方でもいいから誰かが動かないと本当にもうなんか辛い思いする人がたくさん出てくると思うんで、お子さんだったり親戚の方だったり、お母さんがいて娘さんがいて、言ったら一番のお母さんの理解者なんですよ。やっぱお子さんって、お子さんは絶対に母親のことなんか絶対責めてないんですよ。お母さん大好きとかお父さん大好きなんですよ。皆さん周りにたまたま理解者がいなかって代弁する人がいないから今現状こういう風になってるっていうことだと思うんで、ゴミ屋敷に住んでいた当たり前、想像を超える過去と現実、普段知ることのなかったゴミ屋敷のその後に注目してみた。EV の朝、使えますこれスタッフはいつも通り作業へと向かう。しかし二見兄の様子がいつもと違っていた。二見兄にとって今日は特別な日。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はちょっといつもと違う感じで、そうですね。今日は依頼者さん、もともと1年前に利用してくれた依頼者さんが昔うちが決して語らなかった問題という動画を出させてもらったんですね。小さいお子さんが一緒に住まれている部屋で、こういう形で散らかってるお家。抜いてしんどいから片付けるのめんどくさくてこうなったし、きれいに私は家が汚くないから、なんであんたは汚いのって、なんでちゃんとしてできんのっていうのでずっとその子を責めてたんやけど、EV さんの動画で二見さんが苦手な分野がそれぞれあってっていうのを私が見たときに、私の友達は料理が得意、私は料理が下手で、この子はたまたま片付けが下手くそなだけで、私は片付けができるっていうだけで何の差もなくって、そういう人を責めるのは間違ってるっていうのを二人さんが言ってるのを聞いたときに、その子にすぐ謝って電話で謝ってごめんなって、今まで責めてごめんなって、汚いことを片付けられへんこともすごい責めてごめんって言って、でその子もすごい分かってくれたっていうのがすごい嬉しかったみたいで、ありがとうみたいな、初めてちゃんとなんか仲直りじゃないけど分かり合ったところがあって、で背景としては部屋に荷物が散乱している、部屋にゴミが散乱している、いわゆるゴミ屋敷の中で生活しているお子さんが実は多いっていうのを動画で出させてもらった時に、その8ヶ月前に利用されたお客さんも実はその状態やって、Twitter の DM でもっともっとこういう現状を皆さんに知ってもらいたいっていうので DM いただいたんですよ。でそれで僕らもちょっと忙しくて撮影の機会もなかなかなかったんですけど、
ぜひ1年後、例えばゴミ屋敷って言われる方の1年後どうなってるかっていうのを、私たちでよければEV さんの力になれるんやったらぜひ取材いつでもするんでお声かけくださいということやったんです。で今回ちょっとタイミング時間とかもあって、その依頼者さんのところにちょっと向かってるんですよ。僕たち普段言ってるんですけど、確かにYouTube のコメントとかたまにあるんですけど、ゴミ屋敷の人が部屋散らかった人なんぼ片付けてもまたどうせなるよとか、1年後にはまた散らかってるよっていうコメント多いんですけど、実は僕たちはあんまりそういうふうには思ってなくて、確かに実際散らかられる、また再発されるっていうんですかね、また部屋散らかれる方多いんですけど、 50% ぐらいの割合なんじゃないかなって思ってて、で片付ける過程やったりとか家族の思いやったりとかをやっぱりその住人の方にうまく伝わることによって、僕実はまた綺麗な状態で引き続き住まれる方が多いんです。うちでも実際ツイッターの DM でも、船見さん見てください、私1年経ったけどこんだけ部屋維持してますよっていう写真とか送ってくださるんですよ。めちゃくちゃ嬉しいんですね。なんかただの業者っていう風に見られてないっていうのが、それが今回映像になるっていうので、もっともっと伝わってほしいなと思いますね。しかも悩まれてる人に、あ、ほんまにこういう風になっていくんだって、その片付けって手前やと思ってるんですよ、目標値の。なんかほんま家片付けたいねんとかっていうのでお電話いただいたりもするんですけど、片付けて手前でその後が実は大事だと思ってるので、その様子をちょっとね、僕らだけで言っても説得力がないので、元部屋が散らかってた方の住人の娘さんの意見を聞いてみてもらったら、視聴者さんも変わるんじゃないかなと思います。見方が、うちの YouTube の動画のコメントってすごいあったかいやんか。でやっぱそれで励まされることっていうのは依頼者さん多いみたいなんで、利用者さんも多いみたいなんで、だから結局のところで言うと、じゃあ片付けってなんやねんって多分なってくると思うんですよ。掃除、断捨離、整理整頓とかいろんな言葉があるけど、それって物に対してやんか。その手に触れれるものに対してやけど、僕ら片付けってある種心の整理みたいな思ってるんですよ。めちゃくちゃ仕事頑張ったりする人って自己犠牲してまで仕事頑張ったりとか、自己犠牲してまで人間関係を付き合ったりとかする方も多いねんね。だから片付けってさ、ほんまになんか僕らが業務でも気をつけないとダメなのが、利用者さんと依頼してきた人、例えばちょっと言い方悪いけども、部屋散らかってる人の住人さんの娘が依頼してきました。この人はいやもう部屋全部片付けてほしい。でも住人さんはそのモードになってないし、やっぱり片付けに対する熱量も違うから、依頼さんの意見も聞きながら住人さんの意見も聞いて片付けていかなあかんと思ってんねん。だからこの仕事ってすごい、なんていうの、ただ単に物を捨てればいいっていうだけじゃない。それをしちゃうと再発する、また部屋が散らかると思ってる。だからそれはもう依頼してきてくれた娘さんとかにもちゃんと話する。お金が出すのは依頼者さんかもしれんけど、やっぱり住人の方の意見もあるし、ただ求めてるその部屋をある程度荷物なくしたい、求めてるような方向に僕たちは持っていけるように住人の方と話しますっていうのを言う。だからまずは一緒に3人で話しましょうっていう見積もりで多い。で1回目一気にやるじゃなくて、1回目はちょっと試しにどんなもんか少量やってみましょうみたいな。例えばリビングだけやってみましょう。そっからじゃあ2回やっていきましょう、台所もやっていきましょうとかっていうので一気にやるとか。 EV はどこまで行っても一番の理解者じゃないとあかんと思ってんのよ、利用者さんの。どんなことがあっても。だってさ、
仮に視聴者さんでもそうやし、部屋が例えば荷物がものすごい、例えばゴミが散乱するようになってしまった。大抵の人らってなんでこんな散らかんのとか、なんで片付けられへんのとか、なんでこんな汚いもん置いとくのとか、はよ全部捨てやとかっていう言葉が出ると思うねんな。でも例えば母親、お母さんであったりとか、ものすごい大親友であったりとかは、こうなった原因でじゃあ何なんみたいな、あんた頑張りすぎじゃない、仕事例えば頑張りすぎなんじゃないとか、人間関係頑張りすぎじゃないっていう言葉ってすごい救われるやん。あ、理解してくれてはんなみたいな。でそっから片付けに向かうわけであって、そう私らも勝手にもうゴミ捨てたるわってダーってやっても、それはまた散らかるよ、そういう片付け方法をしてたらって考えておる。でも今日はでも貴重な機会ですね。めちゃくちゃ貴重な機会ですね。直接話聞ける。っていうか、こういうことを言うてくれるのがすごいありがたいし、業者じゃなくて対人で見てくれてるんが嬉しいですよね。だから俺もツイッター今大好きやねん。もう DM ですごいそういうの意見とかくれるから。じゃあなんか日本全国に5万とある業者で片付けの代金を清算しました。その後でも例えば二見さん見てとか写真送ってくれて、こんだけ部屋きれいになってんねんとか、維持できてますよとか、こういうインテリアやろうと思ってんねんとかっていう連絡が来る業者さんってどんだけおんねんって言ったら、ほんまごくわずかやと思うし、そこのポジションを得れてるっていうのはもう、勇気のぶしかり、もうみんなのおかげやし、ほんま視聴者さんのおかげやし、めちゃくちゃありがたいですよね。活力になるよね、エネルギーに、仕事の。ご依頼者との待ち合わせ場所に到着。じゃあですね、早速ですね、ちょっとお話を聞いていきたいと思います。じゃあですね、今回こういうふうに僕撮影のご協力をお客様から直接ツイッターの DM でいただいた時って率直にびっくりしたんですよ。利用していただいて何ヶ月も経って、DM いただいてっていうのがすごくびっくりして、なぜ僕たちにご連絡をいただけたのかなっていうのが。私自身が親の説得だったりとか、自分が大人になってすごく困ったこととかがたくさんあって、それ同じようなことで困ってる人に少しでも力になれればいいなと思って、業者さんに連絡するってすごく勇気のいることやから、何からしたらいいのかとか、どういう思いで電話したのかとか、どういうあれを踏んでお願いしたのかっていうのが伝わればいいなと思って、そうですね、ご連絡させていただきました。ありがとうございます。だから利用してもらったのがもう1年前ですね。そうですね。そうですね。1年前に利用させてもらって、その時 YouTube 撮影も何もしてなかったんですけれども、現場としてはどういう、感じやったかというのを、もしよかったらご説明していただけたら。その時の家の状況というのを。なるほど。家の状況はもう本当に多分数々の YouTube の動画が上がってるんですけど、その中であまり登場しないぐらいのレベルの感じにはなってましたね。もう私も全然帰ってなくて知らなかったんですけど、そうですね、久しぶりに帰ったらとんでもないことになってて、もう本当に足の踏み場がないとかいう状況ですらない。もうどうやって生活するのこれみたいな感じで、もう玄関からそうですねっていう感じではありました。和室に至ってはもう多分胸ぐらいまでは全部もう。そうですね、胸もう奥の部屋に至ってはもう頭の高さぐらいまで行ってたんで、これどこで寝てんのみたいなのを母に聞いたりとか、どうやって生活してんのこれみたいな。結構私子供の頃から長い間そういう感じではあったんですけど、今回はちょっと度を超えてるなっていう、私が生活してる中ではちょっと見たことないレベルで物だったりゴミだったりが
散らかってたんで、そうですね。確かに。だからもともとで言うと実家にずっと住まれてたんですよね。はいそうですね。若い時もお母様の実家にずっと住まれてたんですか。そうですね。私が小学生ぐらい、小学校6年、5、6年の時に今のうちに引っ越して、で、18歳ぐらいまで実家で過ごしましたね。その時って、はい18歳ぐらいに実家住まれてた時って、今その片付けた家ってどんな状況だったんですか。18歳ぐらいはまだ全然散らかってはいるんですけど、普通に生活できるレベルでもまあそれも後々考えると普通ではなかったなって感じですね。私の中では普通だったんですけど、世間一般から見ると本当に人をあげれないけど生活はできるみたいな感じですね。キッチンが使えるぐらいの、水回りもかろうじて使えるぐらいの感じで結構長い間過ごしました。ってことは学生時代とかってお友達が家に来ることっていうのはもう一切なかったですね。一度引っ越ししてすぐぐらいに何回か友達が来たぐらい。私も小学生だったんで、なんかそんなにお外で遊ぶ方が多かったんで、お家で遊ぶってことがなかったんですけど、やっぱり本当に数回、2、3回とかですね。それってやっぱり僕たちでもわからない部分なんですけど、子供心的に家を見られたくないとかそういう思いはあるんですか。そうですね。なんかすごい幼少期に、結構幼少期から何かをこう机の代わりにするとか、普通にテーブルがあるんですけど物が溢れてるから使えないから、なんか例えば箱であったりとかをもう今のお家に引っ越す前からなんですけど、何か代用のものでなんかね、これ机にしようみたいなでご飯食べたりして、でなんかそれが結構楽しかったのはあるんですよ。キャンプじゃないですけど、子供ながらに楽しかったけど人には言ったらあかんなみたいなは結構幼少期からは思ってました。確かに僕たちでもちっちゃい時、僕今このカメラマンと実は同級生なんですよ。家よう遊びに行ったりもしてたんですけど、そうなんですね。小学校ぐらいの時は彼の部屋をぐっちゃぐちゃにして布団とかをなんか2段ベッドのところにかけたりして、なんかテントみたいなキャンプごっこしてぐちゃぐちゃがなんか楽しいみたいな。わかります。それはすごいわかるね。やってたもんね。レゴブロックとかもわっしゃーひっくり返してやってました。すごく。で小学校の時まではそれで通用するじゃないですか。はい。次中学生ぐらいってやっぱ物心つき始めるじゃないですか。そうですね。なんかなんだろう、そういうね、仲のいい男の子とかもでき始めるんですけど、やっぱり家に呼べないから、なんかこれはちょっと良くないんかなみたいなで、結構反抗期はすごかったかなと思います。それがやっぱ切り替わるポイントってやっぱ中学生ぐらいですか。そうですね。なんかあれみたいな片付けなあかんのちゃうこれみたいなにはなったのはそれぐらいですね。確かに。もう楽しくなくなってきたって感じですね。だって中学生高校生小学生までは多分そういう楽しいとかになったりすると思うんですけど、はい、中学生高校生の時に例えば親に部屋片付けやとか家片付けへんのとかって言われたりしたことってありました？いやーなかったですね。なんか言ったらあかんのかなみたいな。中学生高校生ぐらいの時はなんかもうずっとそれで来てるし、なんか触れたらあかんことなんかなって、うちの家はこれがもう普通なんやろうなっていう感じではいたんで、なんか一緒に片付けようとか、割と大掃除の時期とかはこう家族でじゃあここだけ片付けようみたいなとか、それもなんか楽しい感覚でですね、なんか家族でちょっと過ごせるスペース片付けようみたいな。でも1畳分ぐらい綺麗になって綺麗になったなみたいなね、満足って感じですね。畳1枚分ぐらいの。そうですね。確かに。で中学生高校生とかって親に言えないとかなってきた時に、多分子供のなんていうんですかね、 SOS じゃないですけども、親に気づいてほしい部分ってやっぱりその家帰らんようになったりとか反抗期に多分現れるのかなって今聞いててちょっと思ったんですよ。だから実際多分
同じように多分悩まれてる視聴者さんとかでも、お子さんは多分言うてこないとのが 100% ですから、ほとんどですかね、もう片付けようという気持ちを出せないというのが、そうですね、なんか気持ちを出せないというか、なんやろ、本当に私にとっては当たり前のことなんで、なんかね、でもやっぱり居心地は良くないんですよ。安らげる場所ではないし、帰ってもね、なんか自分の部屋はあったんで、自分の寝るところぐらいはあるんですけど、やっぱりリビングでこう家族団らんみたいなのはあんまりないんで、だんだん次第にこう、もう帰るより友達の家行ってる方がいいなとかいうのは高校生ぐらいで出てきましたね。結構もう家帰りたくない、バイトしてる方がマシやなみたいな。で結構遅くまでバイトしたりとか、もう帰って寝るだけの生活を結構してました。なるほど。今回そのツイッターの DM で、こういう風に私がお役に立てればっていうので撮影協力しますっていうのを言っていただいたんですけど、それの元になった動画ってやっぱりお子さんが住まれてるやつですよね。あれ見られた時、確かタイトルが子供とゴミ屋敷かなんかそういう多分今まで僕らが語らなかった問題っていうので多分動画出してると思うんですけど、それを見た瞬間に多分ご連絡いただいたと思うんですよ。あれ見られた時ってどう思われました？もうなんか私やなみたいな。お子さんが。そうですね。なんかすごい思い出して、結構子供の頃にゴミの山の上にサンタさんからのプレゼントが置いてあった光景をすごい思い出して、でなんかね、この子どうなってしまうんやろうみたいな。このまま育ったらきっととっても素直でいい子にはなるんだろうけど、大人になった時にすごい苦労するなみたいな。私とこうなんか被っちゃって、そしたらその私ぐらいの年齢になった時にそのね、お母さんの説得であったりとかすごいなんか考えてしまって、ちょっと辛くなってしまって、そうだよね、そういう子供さんって多分今いっぱいいてると思うから、幼少期とかってね、お母さん片付けやとか言えないんで、どんな思いで暮らしてるのかなとかはすごく思いました。僕もね、最近ね、普段ね、僕映画とか漫画とかアニメとか泣けるでっていうアニメとかね見るんですけど、泣くことって全然ないんですよ。一回も泣けたことないんですけど、最近そのミーティングでEV の思いやったりとか、EV は利用者さんの一番の理解者じゃないとあかんっていう明確なコンセプトがあって、でそれをちゃんともう一度明確化するために過去の動画やったりとか、そのお客様のインタビューシーンをずっと流しながらミーティングしてるんですけど、やっぱね、そこだけね、僕も泣いちゃうんですよ。そうなんですね。ちょっとこれ以上やばいからちょっと待ってとかっていうの感情がやっぱ出るんですよね。すごくリアルな現実だからね、もうなんか逃げれないというか、いつか誰かがどうにかしないといけないっていうのはすごく思います。これね、例えばなんですけど、お家を出たじゃないですか、高校生の時に。でその実家を引っ越しされて、実家あるけども多分家出て片付けるっていう今回うち依頼するまでに何年間ぐらいありました？そうですね、10年以上ですね。もう13、14年ぐらいですかね。その13、14年そのうちに片付けるっていうまでの間のなんか心境とかお気持ちってどうでした？なんかお母さんとか親とかに対してとか家に対してとかって何かありました？お母さんが悪いとか、お母さんのせいでこうなってるとかは一度も思ったことなくて、なんかそういう人なんだみたいな。母は片付けれないのがもう当たり前なんで、子供の頃から当たり前やったから、その母を責めたりとかは反抗期の時も一切なくて、なんか
でだんだんなんか手伝わない自分が悪いんやって思うようになってきて、でなんかこうなるまで何もしなかった私が悪いんやと思って、なんかやっぱりその大人になったタイミングでそれを親に言えばよかったんですけど、なかなか時間がかかってしまって、その逃げるじゃないですけど、逃げるようにもう本当にキャリバッグ一つで家出してしまって、18、9の時にで自分で家借りて生活してて、もう実家には寄らないみたいな、もうなんか臭いものに蓋するじゃないですけど、見て見ぬふり、実家がほっといて綺麗になることはないけど、ないの分かってるけど、私がどうしたらいいかも分かれへんし、もう逃げようみたいな。確かに僕ね、その今インタビュアーの方とお母さんと両方ツイッターの DM のやり取りを実はずっとしてるんです。で結局僕今回この動画で伝えたかったことっていうのが、 YouTube のコメント欄とかでも、例えばゴミ屋敷って言われるカテゴリー、部屋が散乱してる、掃除が苦手やとかっていう一線をちょっと超えてしまってる方、部屋がものすごい散らかってる、ゴミ屋敷っていうカテゴリー、ゴミ屋敷って言い方悪いですけど、ゴミ屋敷っていうカテゴリーで片付けてもまた1年後になるよとか、どうせまたなるっていう意見もやっぱ多いんです。でも僕はそのなんですか、娘さんの思い、お母さんの思いを聞いて、でもつながることによって僕もう元に戻らない、そのまたゴミ屋敷になるって言われてる意見を否定できるって実は思ってて、やっぱそこのプロセス、思いをつなぎ合わせるっていうのをすごい大事やなって思ったんです。で僕自分の遺品整理やってて、おばあちゃんと母親も仲悪かった時期とか喋らへんかった時期あったんですよ。で母親が同じように家飛び出してて、その時の手紙とかおばあちゃんが残しててとかっていうのを僕遺品整理の時にたまたま見かけた時にちょっとグッてくるもんあって、あ、僕らの仕事って利用者さんと住人の方をつなげるのも、思いをつなげるのもまた仕事やなって思ったんですよ。そうなんですよ。だからそこでやっぱりね、ほんまはやったらあかんことかもしれないですけど、いや娘さんはこういうふうにお母さんに感謝してますよ、自己否定しないでくださいね、でお母さんは娘さんに対してこういう思いで接してましたよって僕ツイッターのスクショを送ったじゃないですか。あれもなんか必要なことだと思ってたんで、こういうふうに思われてますよとかっていうので、だから思いがつなげる、思いをつなげるのがもう僕ら片付けとは前にっていう、だから片付けを前に思いをつなげるのが仕事やと思うんで、思いさえきっちりつながれば本当にいい方向に向かう、ただ部屋に片付けるっていうゴール地点じゃなくて、その先の未来につながることやと思ってるんで、やっぱり親子といえども言えること言えないことがあって、でも結構その私が結婚してからちょっと余裕もできて、いやもう実家なんとかしなあかんわみたいな思い始めて、結構2年ぐらい説得したんですよ、お母さんを。結構私は思い立ったんですけど、やっぱりね、その思いがつながるっておっしゃってた通りつながらなくて、もうこんなん片付けるのいくらかかるか分からへんって言って、でそんなお金ないうちにはないって言ってずっとなんか断られ続けて、で私ももうそのために喧嘩になっちゃうから、じゃあもういいわってことを何回も繰り返して、結構いろいろなんかその業者さんに電話するまでは行くんですけど、結局その先に進まないっていう。いざ片付けを決意し、複数の業者様に見積もりをお願いしたものの、母から毎日後回しにし続けて情けない、恥ずかしい、どうしたらいいかわからないと連絡が来ます。同居の父は家がゴミ屋敷になってからアルコール依存になったそうで、職も失い頼ることができず、母との喧嘩も絶えません。20歳の弟も家がゴミ屋敷なので
半ば家出状態で、母の精神がここ最近おかしくなっているのが目に見えてわかるようになりました。見積もりまでに片付けなくても業者さんが全部やってくれるし、お金のことも心配しなくていいからと毎日なだめているのですが、聞く耳を持ちません。母は見積もりや片付けの時の立ち会いは絶対にできないと断言しています。ついには見積もりも考え直したいと言い始めました。なんか結局のところで言ったらそれってよくあることだと思うんですよ。なんか、なぜかというと、そのお母さんとの片付けようっていう思う熱量がまず絶対違うんですよね。全然違いますね。そうですね。もう今までこれで終わったからもういいやんそうです。っていう思いと、でも実は私はこういう思い今まで貯めてたけども、で勇気を絞って片付けようってなった、じゃあなんでこんな捨てたらいいやんっていう思いと、やっぱり熱量が違うんで。全然違いましたね。本当に。それの解決した方法って何やったんですか？うちやったんですか？そのうち頼むってことやったんですか？解決した方法は、弟がまず成人したんですよ。私ちょっと年の離れた弟がいて、で弟が成人したタイミングで、ちょっとちょっと仕事をすぐ辞めちゃうだとか、弟の精神面がちょっと不安定になってきてるのが分かってきて、いや、このまま私が動かなければ、誰かが動かなければ、なんかもう一家全員みんななんかね、おかしくなっちゃうと思って、で、まず弟に、お母さんに言ってもダメやから、弟に言って、今の家どう思うみたいな。家の状況どうなってるみたいな。で、私もこんな長らく帰ってなかったので、ちょっと一回写真撮って送ってくれへんみたいなで、まず弟の意見を聞いて、で、こんな感じやで、みたいな。でも弟も幼少期、もう赤ちゃんの頃からそういうね、環境で育ってきたんで、だから弟もなんか別に普通やで、みたいな。ちょっとひどくなってるぐらいかなーで写真を送ってきてくれたんですけども、私はすごい衝撃を受けて、いや、この長いこの生活の中で見たことないぐらい散らかってるやんと思って、今こんなんなってんの家ってなって、で、弟に、片付けへんみたいな。家ちょっと一回全部片付けへんって言って、ね、これもそうしたいって言って、弟もそれを願ってたみたいで、弟の話をまず聞きました。友達呼んだことないとか、弟は本当に一回もなくって、で、引っ越した時弟生まれてなかったんで、本当に友達呼べる年になった頃にはもうゴミ屋敷状態だったんで、そうですね。だから片付けて友達呼びたいって、彼女呼びたいっていう、本当はそう思ってるみたいな。このままじゃあかんって俺も分かってるって言って弟が言ってくれたんで、2人で母に言いました。片付けようみたいな。もう僕初めツイッターの DM で SOS いただいた時にもう内容がちょっとあまりにも必要やったんでそうですね、急がないとと思って。そうですね、ちょっと父も結構荒れ始めてたんで、なんかこんな家じゃなかったのになみたいな、なんかみんなでこう楽しくね、なんか喧嘩もするけど楽しくみんなでお片付けしようみたいな家庭ではちょっと知らない間にそうじゃなくなってて、そうですね、なんかみんなもうバラバラになりかけてた。本当にそれこそ私と母は連絡取り合うけど、なんかね、弟ともめったに会わないし連絡も取り合わない。父もたまにうちの家に来るぐらいで、なんかね、もう本当に確かに。で、僕お母さんからほんまにその半年後とかに部屋きれい、娘がこういう風に思ってくれてて、その思いで無駄に絶対したくないとか、もううちのね片付けてくれたからとかっていうので部屋の綺麗な写真とか、今こういう風にやってるとか、インテリアこんな感じにしてるとかっていうの部屋の写真いただいたりもするんですけど、やっぱりただ多分業者がはい捨てましょうっていうので綺麗にしましょうっていうのを片付けてたら、また多分僕正直言うと荒れてたと思うんですよ、お部屋。それはもうすごく痛感しますね。もうこうやってなんかお片付けが終わって1年経つけど、その後どうですかというふうにお声掛けいただいたりするから、
母もなんか EV さんでせっかくやってもらったからそのね二見さんの思いだったりとかをね無駄にしたくないっていう、その普通の業者さんとはまたちょっと違う、本当にその片付けてはいさようならじゃなくて、本当にその後もお変わりないですかとか気にかけてくださるから、母は二見さんのために綺麗にしなきゃみたいな、やってくれたスタッフの方のために維持しなあかんみたいな感じで、そうですね、そういうふうにはよく言ってます。ありがたいんですけど、僕はちょっと実は観点が違うくて、僕はそのツイッターの DM のスクショを、お母さんこう思われてます、娘さんもこう思われてます、片付けた後だったりとかに感謝の言葉やったりとかで、そのお母さん直接娘に謝って今まで、ね、20年近くごめんとかっていう思いが溢れてきてっていうのをつなぐことによって、僕は正直その家族の思いがつながったからこそ今こんだけ部屋が綺麗な状態になってると実は思ってて、なんか父も掃除するようになりましたし、なんか弟も母になんかどこどこの掃除してきてとか頼まれたらはいみたいな感じでするようになったし、その片付けを通してつながった感じはします。すごくそうですね。なんか片付けてもそのものをじゃ片付けってよく言う片付け断捨離掃除いろんなカテゴリー整理整頓とかあると思うんですけど、片付けってじゃあ何やねんってなった時に、僕ら最近やっと思い出したのが、片付けって物の片付けじゃなくて、まずは気持ちの整理整頓と気持ちの片付けをしてから初めて行動に移るんねやなっていうのが。そうですね。もうなんか気持ちが散らかるじゃないですけど、もう本当になんか追い詰められないとここまでバラバラになってしまったんやっていうタイミングに本当にならないと、なかなかね、そんななんかね、ゴミ屋敷清掃のお掃除しますみたいな、ゴミ屋敷清掃しますみたいな業者さんに電話をするってまさか自分がするのみたいな感じはすごくあって、でももうそれしかないと思って、自分たちではもうどうにもできないって、それで電話っていうかもうお力をお借りするのは全然悪いことではないと思うんですね。すごくなんか敷居高く感じるんですけど、で正直お値段もそんなねめちゃくちゃ安いものではないですけど、それ以上のもの、そのお金を払って業者さんにご連絡してでもなんとかしないといけないじゃないと、もう家族がもうバラバラになって、このままではもう本当になんか離婚して弟が出て行ってみたいなになってしまうっていう危機はすごく感じました。今回娘から EV さんにお片付けしてもらおうと聞いた時は絶対嫌だと断りました。でも二見さんご兄弟やスタッフの方の誠実な動画を毎日毎日繰り返して見ているうちに決心がつきました。ノブさんに見積もりに来ていただいた時、20歳の息子が他人が家の中に入ってくるのって違和感しかないというのを聞いて、私は娘や息子になんてことをしてきたんだろうと涙が出ました。息子は友達を家の中に入れたことがありません。娘婿を家の中に入れたこともありません。なぜならゴミ屋敷だからです。きれいにしたい、掃除もしたい思うのですが、自分では片付けができませんでした。家が汚く、主人とも言い争いが今でも絶えません。毎日皆に申し訳なく思い生活していました。そんな時、娘から家片付けよ、ママは何もしなくていいから EV さんに助けてもらおうと。こんなに汚い家がきれいになるのか本当に悩みました。でも今決心しないともっとダメになる、今しかないと思いました。人生でこんなに悩み苦しんだのは初めてです。きっときれいになったら昔のように家族が毎日笑って暮らせるようになる。息子の彼女も婿や孫を家に呼べるようになる。娘がチャンスをくれて EV さんに人生を変えてもらって
自分自身も変わっていきたいと思いました。長々とすみません。こんなこと誰にも打ち明けたことがなかったので。1年前は家庭崩壊寸前だったが、今はどうなっているのだろうか。実際今ご実家、僕さっきお母さんとちょっと挨拶させてもらって、今お部屋まだ見てないんですけど、今はもう写真でしかも見てないんですけど、お写真送った時は本当にまだ家具を置いた何もない状態だったんですけど、今ちょっといい感じにちょっと生活感が出てきてて、なんか暮らしに必要なものとかもまた一から揃え直して、で結構な時間とお金と労力がかかったと思うんですけど、やっぱりその一から家具とかから全部選ぶっていうそのことでまた家族がこう協力し合うみたいな感じにはなりました。お母さんの話でインテリアがこうでとかっていうので楽しそうな、そうですね、影選びすら楽しそうな。そうですね。やっぱりやりたいけどできないみたいな、やりたいの気持ちはある。そうなんか今はもう SNS とかですごくなんか流行りの雑貨だったりとかって見たりするけど、うちには置けないなみたいな風に思ってたんで、なんかそれがすごく嬉しいみたいで。っていうことです。もうあれから母も少し落ち着いたようで、一刻も早く生活を立て直そうと頑張っています。ハウスクリーニングやリフォームを依頼できるお金まで用意できなかったので、母と父が毎日仕事から帰宅後に家の掃除をしているようです。20年近く家族のために動くことをせず、毎日お酒を飲んで寝ていただけの父が、毎日夜遅くまで家の掃除をしているそうで、とても驚きました。EV さんにとっては、あまたある依頼の中のたった一件に過ぎないかもしれません。ですが、私たち家族にとって、EV さんは家庭崩壊の危機を救ってくださった一生忘れることのできない救世主です。母は二見さんにきれいになった家の写真を見ていただきたいと意気込んでいて、父は孫を呼んで料理を振る舞いたいと随分明るくなりました。これがいつまで続くか分かりませんが、ひとときでも家族の絆を取り戻せたことで最大の親孝行ができたかなと思います。困難を乗り越えた家族だからこそ言える伝えたいこととは。もし同じような境遇で困られてる、同じような境遇ってじゃあ誰なのかって言ったらお子さんだとは思うんですけど、自分の子供って多分直接お母さんにアプローチできないと思うんですよ。でじゃあ視聴者さんの子供じゃなくてお母さんに向けたりとか、同じように周りの方で悩まれてるお母さんとかがいた時ってどういうふうな思いやったりとか、どういうふうにした方がいいやってお伝えされます？なんか子供はお母さんのことを嫌いだとか悪いとかは多分全く思ってなくって、そのお母さんはお母さんなんでそれは受け入れてると思うんですけど、やっぱり大人になってから困ることがすっごくあって、まず片付けができないのはできない。片付けが子供がそのまま大きくなってですけど、私自身が片付けができない。そして片付けたとしても掃除のやり方がわからない。やっぱりそういうのってお母さんを見て覚えることなんで、なんかね、床掃除の仕方がわからないとか、結構今はもう SNS とか YouTube とかであるんですけど、本当に床掃除やり方って Google で調べるぐらいのになってしまうんで、私がそうなんで結婚してそうですね、生活するようになってすごく困る、キッチンの掃除の仕方わからないとかになってしまうから、で大人になって結局動くのは子供、おかしいなって気づくのは子供なんで、そうですね、片付けられないのが悪いこととかは全く思わないんですけど、それ苦手なことはもうみんなさあると思うんで、片付けが苦手なだけやから、なんか私はおかしいんだとか思わないで欲しかったんで、母に
私が何もしないからこんなんなってんねんって母はよく言ってたんですけど、本当にそうじゃないから、そうですね、もうまず電話じゃないですけど、ツイッターとかでね送ってもらったら一番いいですね。やりやすいやり方で。本当にすごいお忙しい中すぐに返してくださったから、連絡を。もう本当になんか他の業者さんとかも正直見たんですけど、全くちょっと別物というか、なんか、ね、母も AV さんになったらじゃあ片付けてもらってみようかなっていう風に言ってもらったんで、周りの方でもいいから誰かが動かないと本当にもうなんか辛い思いする人がたくさん出てくると思うんで、お子さんだったり親戚の方だったり。なんか今ずっとやっぱり僕喋ってて感情あふれるのをこらえられてるっていうのは分かってたんですけど、多分答えとしては答えじゃないのかもしれないですけど、僕本当に EV は利用者さんやったりとか悩まれてる人の一番の理解者じゃないとダメっていうのはうちの会社のもうしっかりとした信念であって、でお母さんがいて娘さんがいて、言った意味で一番のお母さんの理解者なんですよ、やっぱお子さんって。でも周りの人らはなんで部屋こんな状況なの、片付けやとか、なんでなんとか、ステイやとか本当にそうです。でもそういう反応が多いと思うんですよ。多いですね。でもその理解者でってことは多分その片付けの背景の前に、いやまずはお母さん悪くないよと、で環境が例えば忙しいんであったりとか精神面が崩れてそういう風になっていってしまったっていうことだと思うんです。そこの理解者っていうのをまずは明確に、例えばお子さんは絶対に母親のことなんか絶対責めてないんですよ。僕らの利用者、今までの利用者さんってお母さん大好きとかお父さん大好きなんですよ皆さん。ただご友人だったりとか周りにたまたま理解者がいなかって代弁する人がいないから今現状こういう風になってるっていうことだと思うんで、ほんまになんか遠方の人とかでもいいんでね、困ったら電話しにくいと思うんで Twitter の DM とかでもねいただけたらと思うんですけどね。そうですね、本当に何かしないと本当にもう自分でどうにかしようじゃなくて、やっぱり人の力借りることは別に恥ずかしくないし、別に散らかってる家が恥ずかしいとも思わないんです。私は別に人が呼べなくってもね、その生活があるんで、その人の生活があるんで、別にそれは苦手なことは苦手なことでいいと思うし、母も実際本当にもう仕事でずっと頑張ってくれてたんだなっていうのは家を見てすごく思いました。そうなんですよ。だからゴミ屋敷の人イコールだらしないとかそういうことじゃないんですよね。全く違うと思います。そうなんですよ。だからそれをやっぱり今回で言うと視聴者さんとかもそうですし感じてほしいっていうのがそういうことですね。すみません、今回はちょっといろいろ貴重なご意見、本当に僕たちっていうよりも悩まれてる視聴者さんとか悩まれてる方々に届けれるようなご協力を本当に言っていただいてありがとうございます。本当に本当に少しでも届けれればありがとうございます。本当に助かります。僕たちが多分片付け終わった後に求めてたなんかことなのかなって思います。片付けうちをしていただいた人も気軽にね Twitter の DM とかで友達感覚で言ってもらえるっていう近所の兄ちゃんみたいなので思ってもらえる理念がすごく嬉しいです、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。最後にご実家を見せていただきました。お邪魔します。なんかまだ改装中というか、まだ壁とかをきれいにしてる途中なんですよ。めっちゃいい匂いする。なんかおリアルな感じももう見てください。ここは直せなかったとか、うわすごいやっぱり完全に元には戻れへんから。いやここはねこれぐらいまでこれがねはい、ここは本当に
こうざんともうそっちは入れない状態です。この状態やったすごい。ここがもう今居心地よくなって彼女さんが居座ってるんです。そうですね。そうですね。そうです。居心地がいいみたいで、すごくなんか自分たちでこう家具とかも用意したみたいで、なんか弟もなんかそういうちょっと明るくなりましたね。でこんなん飾ろうとか2人でこうなんか持ってきて住処にしてるみたいな。一番嬉しいですね、それが。弟さんも明るくなったって。そうですね。ちょっと真面目になりました。お仕事ももうそうですね、頑張ってるみたいで。で、こことかも、確かに壁もちょっと、弟が自分で塗ってくれたみたいで。確かに塗ってる跡ありますね。ちょっとまだベタベタはあるんですけど、弟が、ちょっと、確かに。ここで弟さんとかこうやって覗かれてましたもんね、こういうここしか居場所がなくって、本当に足の踏み場というか、お片付けしてもらった時は、本当にここの階段の2、3段ぐらいしかちょっと、確かにここで私たちがいる場所がなくて、ここで見てくれてはりましたもんね。この廊下とかも全部埋まってたんで、そこになぜか冷蔵庫があったので、そうです、この辺とか冷蔵庫とかあったりとか。そうですね、今思えばちょっと、今となってはすごく笑えるんですけど。確かに。いや、そうですね、確かに2階行くまでもやっぱここまでザーッと。そうですね、やっぱりなんか、すごい詰まった汚れは、落としきれないのはあったんですけど、もう、家族総出でお掃除はしました。なんでちょっとね、コンクリートも、横金までが。うわすごい。うわ、すごいです。ここはもう本当に、もともとどうなってたかも覚えてないぐらい、確かに。今二人さんおられるあたりぐらいしか、本当にこの50センチ四方ぐらいしか居場所がなかった部屋ですね。ここもちょっと入れなかったりとか。そうです、全くもう、母にはもう、あんまり掃除しすぎたら不自然やから、いつもの感じで置いてきてねっていうふうに言ったんで。いや、ほんまになんか、そうですよね。なんか、やらせみたいに思われるかもしれんけど、いざ入って見てみたら多分すっごい感動しました。ちょっとお掃除するわぐらいで、ちょっと頑張って掃除はしてましたけど、そんなに変わらずですね、この状態が。思いがつながってるっていうのがなんかちょっと泣きそうになるような。こんなになんか綺麗な状況が続くのが初めてで、やっぱり何度かは自分たちで片付けもしたんですけど、やっぱりそんな数週間でもう、ね、元に戻っちゃうんですけど、今一番ちょっと綺麗な状態が継続してて、すごく嬉しいです。すごいとしかなんか嬉しいとすごいの感情が入り混じってなんか早くうちの従業員にも見てほしいです。ありがとうございます。いや、そうなんだね。これもうやらせじゃないですからね、一切の。それちょっとところどころ、お片付けが苦手なんやろうなっていう名残はあります。あるのはあります、本当に。正直。そうですか。じゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。いつでもツイッターの DM ください。友達やぐらい思ってもらったら僕らはありがたいですし、やりやすいっていうのもあるんでありがとうございまありがした。とうございました。幸せそうじゃないですけど、分からへんけど新婚さんを見てるような気持ちにおこがましいですけど、年下でそんなこと言われたらあれですけど、綺麗な部屋で年を越せるのも背中を押してくれた娘と EV さんのおかげと感謝しています。20年間悩んでいた日が嘘のようです。 EV さんに新しい人生をもらったと感謝しながら毎日頑張れています。大変なお仕事ですが、私のような人が一人でも増えるように救ってあげてください。